Designer Hub。 このラジオはクリエイティブスタジオハイカードがお送りするデザイナーハブ、人、物、理論、社会、歴史を通してものづくりに関わるあらゆる人文知と本気で向き合い考えるラジオです。皆さんこんばんは。ハイカードの鈴木雅人です。北川レオです。ようやくシーズン4ですか。前回から2ヶ月ぶり2ヶ月かな、2ヶ月空いてます、でちょっと本編に入る前に、はい、最初の挨拶の部分を変更を加えまして、来ましたね。読みづらかったですね。はい、ちょっと慣れていただきたいんですけど、はい、ものづくりに関わる人文知と向き合うポッドキャストっていう風に言葉を変えようかなと思ってます、なのでちょっとその経緯について軽く話したいなと思っています。でその人文知って言葉なんですけど、なんとなくわかりますかね。漢字を見るとなんとなく分かって、人と文章と知識の知だよね。ですね、辞書的な意味だと人類の文化とか文明、人に関する事柄のことになるんですけれども、人文知というのはそれらを司る知のことですよね、でこれ古典の深井さんが積極的に使っている言葉なんですよね、で彼のその X のポストですね、でこの人文知について説明があったのでちょっとそこからいろいろ引用させてもらっているんですけど、深井さん曰く人文知っていうのは世界観を司る知、世界観を形成する知っていうふうに説明をされていますと、で世界観っていうのは自分が世界だったりとか、自分だったりとかはたまた他人だったりっていうのをどのように捉えているのかっていう無意識レベルでの身体感覚であるっていう風な話をしてるんですけど、ちょっと複雑ですが、世界観っていう言葉の意味ですね。だから自分が自分以外のものだったり、自分だったりっていうのをどういう風に認識してるかっていうのって人それぞれ違うじゃないですか、それを世界観という言葉で表現しますと、で例えば、僕がめちゃくちゃテーブルマナー厳しいお家で育てられたとするじゃないですか、でつもまさんがナイフとフォークの使い方が外側から使うみたいなことをできなかったりとか、汚い人だったりとするじゃないですか、って時に僕ってこの人こんなこともできないんだっていう風に無意識に嫌な顔しちゃったりとか注意したりとか、する人いたりするじゃないですか、みたいな感じで人々の言動っていうのはその世界観に基づいてますよねっていうのを考えると、全ての僕たちのこのアウトプットっていうものは世界観に由来していますよねっていう説明ができるかなって思うんですけど、こういう例の時に、その人文知を使って他人の世界観を理解しようみたいなことができる人と対応変わってくると思うんですよ、でも例えば僕がすごい嫌な顔してますと、嫌な顔してる僕を見て、この人はテーブルマナーにすごい厳しい環境で育ったのかなとか、海外の暮らしが長いのかなみたいな考えられるじゃないですか、はたまたなんでこの人急に睨みつけてるんだろうと、嫌な顔するんだろうみたいな風にすごいネガティブな感情になることも簡単ですよね、でこれが今回のケースだと別にそんなことないですけど、争い事とかにもつながっていく可能性があるっていうのがあると思ってて、でこういう人文知っていうのが、すごい現代において必要になってきてますよねっていうことを彼は言っていますと、で逆に言えば今までは人文知っていうのは多くの人にとって必要ではなかったよねっていう話をしていて、さっきの食事の例だと、食事に対する文化がそもそも違う人たちと食事をすること自体、昔の人たちにとってはすごく稀だし、人生に1回あるかないかみたいなことじゃないですか、そもそも明日何食べるかみたいなことで精一杯な人たちにとっては、そんな考える余地もないし、ある村で生まれてしまったらその村の外の世界観みたいなものに触れることすら難しいっていうのがあるんですけど、今はそうじゃないですよねと、グローバル化が進んで技術が発展して自分とは全然違う世界観を持った人と、簡単につながることができてしまう、むしろつながらないと生きていけないよねっていうのが現状、だなっていうふうに思ってるんですよね、なんですけど僕たちってじゃあ相手の世界観を理解しようとする姿勢みたいなものを学ばないじゃないですか、あんまり、学校ではみんな肌の色が違ったり言語が違うけど同じ人類だよみたいなことって道徳の授業とかで学んだりすると思うんですけど、実際にその義務教育とかその学校の仕組み自体がそもそもそういう多様性を受け入れるような仕組みになってないじゃないですか、どっちかっていうと出る杭は
打たれちゃうはい、そうですね。っていうのがあると、思っていて、何が言いたいかってその自分以外のその世界観に健全にアプローチできた方がいいですよね。でそのために人文知っていうものって必要ですよねっていう話ですよね。で身近なところで言うとこういう話があるかなと思うんですけれども、これってその僕たちがなりわいにしているものづくりにとっても同じことが言えるし、むしろもっと必要だっていうふうに思うんですよね。で僕たちこのデジタルプロダクトのデザインをやってますけど、アプリとかウェブとか、それって、その意識的にできてる人がどこまでいるか分かんないですけど、僕たち人文知を使ってるわけですよ。自分たちが全く知らない業界の自分が全く普段会わないような人の感情とかを考えて、その人がじゃあこういう画面を見た時にどういう気持ちになってどういう行動を取るかみたいなことまで僕たちは考えて設計しなきゃいけないっていうのがあるわけですけど、それってまさに相手の世界観を理解してメタ認知をしてデザインをするっていう行為だと思うんですよ。でなんかね、今年アップルの CM が炎上してましたけど、潰すやつあったね。そう、あれとかも、ああいう炎上沙汰ってあるわけじゃないですか。なんかああいうのってその作り手はそういうあれを悪いと思わないかもしれないけれども、その他のこれを見た別の世界観で生きている人たちっていうのが、こういう風に嫌な気持ちになってしまうかもしれないみたいなところまで想像力がいってないから、ああいうアウトプットになってしまうよねみたいなことだと思うんですよね。で、僕たちは新しめなものづくりの業界にいますけど、伝統工芸の職人さんとかパッと考えた時にあんまりそういったインターネットとかと距離のあるようなものづくりもあると思うんですけど、そういったものづくりでさえ、パッとこう写真撮ってインスタに上げるだけで簡単に世界につながれてしまうっていうのが、今だと思うんですよね。なのでその自分がその作ったものみたいなものがその簡単に世界に影響を与えられてしまうのが今だと思っているので、その自分の作ったものがどのようなその世界観の人に伝わる可能性があるのかとか、その世界観の中でじゃあ自分が作ったものはどのような意味を持つのか、どういう印象を与えてしまうのかみたいなことを考えるっていうのは、その作り手側の責任として僕はすごい大事なことだし、今後も大事になっていくと思うんですよ、ますます。その情報リテラシーみたいなものがようやく人類社会の中で蓄積されていくみたいな今フェーズだと思うんですけれども、というのがあるので、すごい人文知が大事なんじゃないかっていうのがあるわけですよね。で、これってその僕たちがデザイナーハブをやってる根本の理由みたいなところにもつながってくると思うんですよ。どうですかね、SNS 見てても、やっぱり表面的な情報が多いと思っていて、こうすればデザイナーになれるとか、これやっとけば大丈夫みたいな、もともとそういうジャンクで理解しやすい情報じゃなくてちょっと難しいかもしれないんだけども、理解するのに時間かかるかもしれないんだけども、咀嚼してようやくこうたどり着ける、理解できるような事柄もあるわけで、世の中には、そういった情報発信をしていきましょうという、動機で僕たちはこれをやっているので、その人文知っていう言葉を僕たちも使っていきたいなっていうふうに思ったんですよ。説明するのにすごく便利だから、っていうのが漠然とした背景なんですけど、あんまりこうデザイン業界で人文知について人文知という言葉自体もそんなに一般的なワードではないので、そうだね。古典の深井さんはこれを啓蒙していこうっていう立場だと思うんですけど、僭越ながら僕たちも似たような問題意識というか価値観で情報発信しているので、この同じ言葉を使わせてもらおうかなというので今回から表現を変えています。ちなみに人文知みたいな言葉は今後も出てくるんですか？シリーズの中でそうですか？シリーズの中では出てこないかな、その直接出てくることはないですけれども、そもそも僕たちが扱っていくコンテンツっていうのがそういった人文知にすごく深く関わること、その人文知を使って自分以外の世界観を体験する、つまりメタ認知するみたいなことっていうのは、この僕たちのコンテンツ全体を通してすごく大切な価値観としてはあると思うので、そうだね、それがないと理解して説明できないしね。そう事柄とかをこうさって話すだけじゃなくて、ちゃんと背景から説明して理解するっていうのは必要だもんね。むずいねこれ。なんかどっかテキストでノートで書いてるの？いや、深井さんは書いてますね。でそれを見ていただくのが一番分かりやすいかなと思うんですけど、僕たちも僕たちの言葉で、
これからちょっと書いていかなきゃなとは思ってます、リニューアルしようみたいな話が今進んでますけど、その時にはなんで僕たちがデザイナーハブやるのかってあんまりちゃんとテキストで発信できていないので、確かにね。それはやんなきゃなとは思ってます。それのノートって書いてるのレオ君？いやまだ書けてない。書こうとはしてる。書こうというのは、してます。そうね。リリースに合わせて出そうかなっていうのは考えてるので、ちょっともう少し時間くださいという感じですね。リニューアルをお待ちくださいって感じですね。はい。って感じなので、ちょっと柳宗悦の話に入っていこうと思います。はい。はい。今回のテーマは柳宗悦についてです。今回のエピソードっていうよりは全体を通してだよね。そうです、はい、柳宗悦という人についてで、彼が提唱したその民芸という概念についてやっていきます。はい、柳宗悦さんですね。この漢字が、柳の柳に宗教の宗、宗っていう字ですね、に吉が立身弁に越っていう字ですよね、なんですけれども、海外だと宗悦っていう風に言われているので、柳宗悦で通ってるので、宗悦柳かな、通ってるので、ちょっと混乱を生みやすいので軽く触れておきたいんですけど、なんかこういう著名な人の名前をこう音読みで読むみたいなのって割とある。こう吉本隆明っていう有名な人がいますけど、これを龍明って読んだりとか、こう昭和とか大正とかその辺の文豪とかのその名前を訓読みなんだけど音読みで読みますみたいな、こう有識者がそうやってなんか言うみたいな、分かってる人みたいな言い方があるんだけども、今回は一応宗悦で統一しようかなと思ってますね。当時の人は割と宗悦って言ってる人も多かったみたいです。で時代なんですけど、1889年に生まれて1961年に亡くなってます。でこれはウィリアム・モリスが死んだ3年後に生まれてる、ジョン・ラスキンが死ぬ1年前に生まれてるっていうぐらいの人です。明治時代ですね。で彼が生まれたこの1889年っていうのは我が国日本にとってはすごく節目の年でして、大日本帝国憲法が発布された年になります。で明治大正昭和ってこう激動の20世紀を生きた人っていう感じですね。ちょうど僕らから100年ぐらい前の時代を生きた人っていう、で大体どういうことをした人なのかっていうのを最初に触れておくと、芸術評論家、あと思想家、いろいろ肩書きは文献によって違うんですけれども、デザイナーではないですね。でさっきも言いましたけど、こう民芸っていう概念を新しく提唱した人として有名ですね。で民芸ってどういうことかっていうと、名もないこの職人さんですよね。村とかにいるおじちゃんみたいな人が作る手作りのものがあるわけですけれども、それにこう芸術を見出した、でこう民の作る芸術で民芸っていう、ごめんなさい、厳密に言うとね工芸なんだよな、ちょっとそれは後々触れますけれども、そういう民芸という言葉を作った人ですね。であとは朝鮮の文化とその朝鮮の文化の中で作られている工芸品ですよね、その芸術を大切にした人というのでも知られてます。で他にもこう東北地方とかアイヌとか琉球とか台湾とか、それぞれのこう文化圏があるわけですけれども、その中でのその文化自体とその文化の中でこう長い年月をかけて作られてきた伝統的な工芸品っていうのをすごく大切にした人ですね。民芸っていう言葉なんかどれぐらいみんな知ってるんだろうっていうのがあって、で僕も軽くは、民芸って言われたらあれねっていうのはなんとなく分かってたんですけど、そんなに詳しく知ってる人少ないんじゃないかなと、この業界でも。つもまさん自体は聞いたことあるぐらいですか？やっぱり聞いたことはあって、民芸って言われたらなんかさ木のさ、木の幹じゃないけど、あれこう伸ばして曲げて、それがバーってこうなんつうの連続してるこう丸いカゴとか、ああいうのがなんか民芸ってイメージはあって、竹細工とかね。そうだね。ありますね。無印とかにありそうな、有明のね大きい無印があるんだけど、無印製品ばっかじゃなくて、無印の雰囲気に合いそうなものも一緒に売ってたりするんだけど、なるほど。その時になんか新しいものっていうよりはなんか自然の何かを使って作りましたみたいなシリーズがあって、なんかああいうのを見るとなんか民芸って感じのイメージがありましたね。なんか自然に良さそうな
環境に良さそうなものみたいなイメージもあるのかなっていう、手作り感みたいな手作り感みたいなね、ありますよね。なんで僕が民芸っていう言葉知ってるかとかもそうだと思うんですけど、民芸という言葉の誕生から2025年で丸々100年なんですよ。そうだ、タイミング的にも熱いっていうのが多分あって、そうね。で柳宗悦調べてると、その2021年で柳が死んでから60周年みたいな。そうなんですね。そう1961年に亡くなってるから、そう60周年みたいなのもあったりして、なんかいろいろ節目だったんですよね多分最近、っていうのもあって、いろんなこうメディアに取り上げられてたりとか、最近のさこう地方創生文脈とかさ、いろんなところで取り上げられてるっていう、印象がありますと、でそのどうして柳を今やるのかっていうところを最初にちょっと話しておきたくて、3つぐらいにまとめてきました。まず1つ目なんですけど、近代以降すごい大きなテーマですよね。近代以降のものづくりにおけるすごく大きなテーマである製造業 vs 手作り、機械 vs 手作りみたいなものがあるわけですよ。でこれを日本ではこうどのように考えたのかっていうところを知っておきたいなというのがまずあります。でこれはそのラスキンとかモリス、今までやってきましたけど、彼らの時代でももちろんこの話がずっとあったじゃないですか、機械か手作りかみたいな。でその彼らの次の世代っていうのが柳の世代になってくるわけなんですけど、だから世界はそのラスキンとかモリスという人たちを経験した上で次どうしていくのかっていう、ここの話ですよね。で今まで、どうしても産業革命の話をしたかったので、ずっとイングランドのことばっかやってたわけですよ、ないしは西ヨーロッパですよね、のことばっかやっていました。もちろん共通してこう近代化みたいなものがこの時代の日本にもテーマとしてあるわけですよね、こう帝国主義になっていくとか、国民国家化していくとか、資本主義体制になっていくとか、産業革命がどんどん進んでいく。でこれが日本の場合は外側からやってくるわけですよ、内側から起きたそのイングランドとはすごく対照的に外側からやってくる、他の国からみたいな。でその波をこうどのように乗りこなしていくのかっていうのがこの時代の日本の課題ではあったわけですよね。どうしてもその僕たちってその欧米の先進的な文化っていうのを日本はいち早く吸収して力をつけていったみたいな歴史を学ぶと思うし、そういう理解が簡単なんですけれども、ただその産業革命以前にも東アジアって別に僕たち自分たちでやってたわけですよね。だから僕ら東アジアだったり、日本ならではのこういろんな都合とか背景があるわけなんですよ。よくこの民芸運動って日本版アーツ&クラフト運動みたいな表現のされ方もしますけど、そういう東アジアのこう歴史とか背景を知った上でこれを見直すと、全然その本質って違うところだよねみたいなことが分かると思うんですよね。その辺をちょっと考えながらやっていきたいっていうのがまず一つ大きなこととしてあって、で時代性もあるんですよね。こう現代も僕近しいことが起きてると思ってて、シリコンバレーで起きたわけですよ。 IT ビジネスの革命だという人もいると思うんですけれども、ドカーンってまずアメリカ西海岸で起きたものを僕たちは後追いで今そのものづくりの手法を取り入れようと必死に今頑張ってますよね。でとにかくそのまま取り入れちゃおうっていうのがあると思うんですけど、なかなかうまくいかなかったりもするわけですよ。日本の召喚主に合わなかったりとか、そもそも価値観がずれてたりとか。そうだね。それをそのまま取り入れることって本当にそれでいいんだろうかみたいな話にもつながってくるし、最近だとこの AI の話ですよね。ありますね。そう、なんか何でも AI でいいじゃん、デザイナーなんていらないじゃんっていう論調もある、逆にいやデザイナーがやっぱ必要なんだっていう論調もある、このなんか対立っていうのが帝国主義機械化みたいな、そうなんかそんな辺境の文化なんてどうでもいいから私たち偉大な大英帝国の文化をあなたたちに授けましょう、どんどん機械化していきましょうっていう論調、vs 手作りやっぱ大事だよねっていうこの民芸みたいな、割とこう対比できるというか、対応してる関係だなっていうふうに僕は見えているので、なんかその辺もこう現代ってどういう時代なんだろうみたいなところも頭の片隅に置きながら話していければいいかなっていう。2つ目にこういわゆるその戦前、太平洋戦争大きい戦争がありましたけど、戦前以前の日本についてどういうふうに日本が近代化したのかみたいなところを一回おさらいしといた方がいいかなっていう。というのはその僕らってどうしても戦争教育があっ
ってその太平洋戦争付近のことを学ぶわけですよ、なんですけど別になんか明治時代から欲しがりません勝つまではって言ってたわけじゃないと思うんですよね、でそこには全然戦時中とは違う文化背景とか歴史があるわけなんですけれども、でそれがこう脈々と続いてきた上で今令和があって僕たちはものを作っているっていう、ここのじゃあ近代以降の日本がどういうふうに歴史をたどってきたのかっていうところを今後も日本についてのコンテンツ取り扱っていくと思うんですよ、そこのベースになるこの歴史みたいなのを今回いい機会だと思うのでやっておいた方がいいかなっていうのがまずありますと、で3つ目なんですけど宗教ですね、宗教とそのものづくりのあり方について考えたいなと思ってます、これも現代日本で教育を受けてる僕たちってどうしても宗教的なものに対して嫌悪感を抱きがちだと思うんですよね、苦手っていう人いるよね。そううさんくさいとかカルトとか、なんかこう宗教らしいもの片鱗が見えた瞬間にちょっと眉を潜めるみたいなことって割と僕たちのよくある反応だと思うんですけど、柳さん自体がそもそも宗教についてすごく考えた人なんですよね、僕も最初読んでる時に急にスピリチュアルな話になって、どういうことっていうのはあったんですけど、どうしても脊髄反射的に身を引いちゃうような話ではあるんですけれども、宗教っていうのはね、モリスとかラスキンも今思えばめちゃくちゃ宗教とものづくりを紐づけて考えてましたよね。そうですよね。これも柳は一緒なわけですよ、で、別に明日からのものづくりに宗教的な何かを取り入れろって言っているわけではないんですけれども、でも実際にこう僕たちがものを作っててこうなんか説明できないけどなんだろう、よくできたとか、なんかこれめっちゃ美しいとか、みんな経験あると思うんですよ、気づいたら3分しか経ってないのになんかめちゃくちゃいいものできてたとかね、集中しすぎてちょっと感覚が鈍ってるんだけど、そういうのあると思うんですよ。そういうものづくりの中で起きるある種こう宗教的な体験ですよね、それって、みたいなものをやっぱりこう目に見えないものだったりとか神様とか自然、大いなる自然とかそういったものに紐づけて彼らは考えたっていうのがあるわけですよね、なので、僕たちのよくある価値観とはずれてはくるとは思うんですけれども、彼らが宗教という、言葉でそのものづくりについていろいろ説明していくわけですけれども、そういう別の視点を持つって意味でも、何かしらヒントになるんじゃないかなっていう、この辺宗教っていうものをどう捉えていくかっていうのも、ぜひ注目して聞いてほしいなっていう、なんか宗教というものの捉え方がちょっと変わるかもしれないなっていう、なんかそういう内容になっております。そうなんですね。そこは楽しみですね、でこれラスキンの時もそうだったんですけど、やっぱその柳宗悦言ってることがめちゃくちゃ難しくて、なんでもうとんでもないんですけど、その全16回を予定してますけど、その中ではやっぱ完全に説明はできないわけですよ、なんですけど、彼の人生をこうなぞっていくのをメインに、彼がどういうふうに考えたかっていうその輪郭に触れるぐらいのところまでをできればいいかなって、でちょっとお断りというか、どうしても歴史の話が長くなりますと、やっぱその柳宗悦を扱ったコンテンツってどうしても彼本人とその民芸品の素晴らしさみたいなところばっかりフォーカスされてしまうわけですよね、実際彼の言ってることって現代でもその通用するんですよ、これラスキンの時もそうですけど、それはなんか彼がその人、人間、世界、この世の中みたいなものの真理とすごく向き合っていたっていうのがあるので、時代に左右されにくい価値観の説明なんですよね、で、つまり現代でも柳宗悦の言ってることって結構通用するわけなんですけれども、だからこそ彼はどういう時代でそれを考えて何にチャレンジして何がうまくいかなくてどこが限界でみたいなことを知っておくっていうのは、柳宗悦の考えをじゃあ今に生かすみたいなことを考えた時にすごく大事なことだなっていうふうに僕は思ってるので、ちょっと歴史の話に付き合ってほしいなと。でですよ、で次回からその国際秩序についてまず話していきます。歴史の話ですらちょっとないんですけど、日本が近代化していくにあたってその西洋からアジアに列強がやってくるわけですよね、でこう武力を背景に僕たちは近代化を迫られたわけですけれども、そんな中で、アジアはアジアで全然別のご都合があるっていう話をしましたけど、そのヨーロッパのこうゲームルールとアジアのゲームルールが全然違う、っていうのがあったんですよね、で今でこそ僕たちはその西洋側のこの文化圏に入ることで国を強くしていこうっていうふうに日本はやっていったわけで、今はその国連というものがあって
ほとんどの国がそこに参加していて、うんなんか一つの秩序の中で国際関係って築かれているように、思えるじゃないですか、なんですけどやっぱ当時はもう今よりも全然違う価値観でアジアという世界が回っていたっていうのがあるので、まずはそこからちょっと説明していきたいというのが次2回目になります。はい、そんな感じなんですけど、はい、意気込みとかありますか？僕自身は柳宗悦を全然知らないので、はい、今回マジで知らないよね。マジで知らない。なんかウィリアム・モリスの時はまだなんか一緒にちょっとああだこうだ言いながらやってたし、期間も長かったですけど、今回は脳勉強、日本のこと知ってるからまだついていけるかみたいな感じですかね。歴史とかはまあなんとなく知ってる、まあそのどういう戦争があったかとかは分かるけどね、そこはね強いけど、逆に民芸柳宗悦は全然弱いかもしれない。まあそもそもねこれは台本があって、レオくんがねリサーチチームとか作ってくれて、僕はもう本当にネタ書いてくれてる相方がいる存在するだけの、ね、そうだね、芸人みたいな感じなんで芸人さんみたいな、ね、こういう気持ちなんだと思って挑んでおりますんで、ちょっとできるだけで楽しくなるように心がけるので、次回はまだ柳宗悦出てこない、全然出てこないです、だからあれだよね、聞く人はその芸術をやる環境、民芸というかその工芸品をこう作っていく時の、今どんな時代なんだっけっていうのをなんか、そういう頭で聞いていただければという感じですね。そうですね、今っていうかその時がそうだね、想像力を膨らませて共感するために必要な知識を入れておきたいっていう感じです。はい。だから柳宗悦が生まれてじゃあやるぞっていう時のそのね、その状態、スタート時がどういう感じか、どうなってここに来てんのかっていう。いやもうねハードモードですよね。そう、それはうちらからしたら。はい。っていう感じで、じゃあまた次回お会いしましょう。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。